人生うまくいく人が無意識でやってる究極の7つの裏技ステップ。3400万円自己投資をする人生学校が最高と感じた本だけを最短でギュッとまとめます。今回は70年以上封印された全世界で累計発行部数1億部以上のベストセラー、思考は現実化するの裏本。ナポレオンヒルの悪魔を出し抜けの完全攻略。Amazon で17,000円しました。高いと思いますよね。ですがこの本、人間関係、お金、健康など人生すべてに関係する金額の何倍以上も価値のある裏本でした。いろんな自己啓発本がありますが、この内容を知れば人生うまくいく人が無意識でやってる裏技ステップが完全にわかります。25,000人の失敗者、500人の成功者をインタビューし続けたナポレオンヒルの研究結果と悪魔との対話から導かれた最強の結論。人生うまくいく人が無意識でやってる究極の7つの裏技ステップとしてまとめてみました。裏技と言っていますが、やることはどれも簡単です。では早速、人生うまくいく人が無意識でやってる究極の7つの裏技ステップいきましょう。ステップ1、明確な目標を持ち流されない。ステップ2、代償を払い逆境からフィードバックを受ける。ステップ3、否定的な想念が入る隙を与えず恐れない。ステップ4、批判を恐れず中途半端な意見を言わない。ステップ5、2つを警戒する。ステップ6、2つをコントロールする。ステップ7、親しい2人のマスターマインドグループを作る。ナポレオンヒルは悪魔からこう言われます。人間は100人中98人が悪魔に支配されている。つまり100人の中で悪魔に支配されないたった2人だけが人生すべてがうまくいく成功者になれるんです。では早速それぞれ見ていきましょう。ステップ1、明確な人生の目標を持ち流されない。人生がすべてうまくいく人が無意識でやっている何よりも最初に大切なこと、それは明確な人生の目標を持ち流されない。言い換えると、思考を停止せず自分が何が欲しいか自分の頭で考え計画行動するです。決して常識、メディア、他人の意見にとらわれないことが最大のポイントです。なぜなら自分の頭で考えて生きる人は悪魔が入り込む余地がないからです。例えば明確な人生の目標を持って流されなかった人の代表例はエジソンです。生涯で1300以上発明をしたエジソンは一般的には失敗と言われる現象でもそれ自体が成功の種にしか見えませんでした。電気を通すための最適な素材を見つけるために1万回実験をしても見つからなかった時、エジソンはこう言いました。うまくいかない1万通りの方法を発見した。エジソンは結局2万回近く実験を繰り返したと言われています。時には世界中の植物を集めて研究しました。例えば Amazon の密林に生える植物とか、最終的に京都の石清水八幡宮の竹を見つけて白熱電球に合う素材を見つけたのです。エジソンのように明確な人生の目標を持ち流されないことが悪魔に支配されないために何よりも大切なんです。ステップ2、代償を払い失敗からフィードバックを受ける。明確な目標を持って流されなかったとしても、まず代償を払って失敗からフィードバックを受けることが大事なんです。ちなみに代償とは何かというと、ある目標を達成するために払う犠牲のこと。例えば自分の時間やお金ですね。なぜ代償を払って失敗からフィードバックを受けることが大事かというと、まず行動するためには自分の時間を使う必要があります。そして自分の時間を使って失敗してこの方向は違うよというフィードバックを受けない限りうまくいく方向性への軌道修正ができないからです。そうです。一般的に言われる失敗とは単なるフィードバックに過ぎないんです。一歩行動するとこの方向は違うよというフィードバックをもらえる。つまり失敗はありえないんです。一歩踏み出したら成功。一歩踏み出したら成功。この繰り返しなんですね。だからこそ成功は失敗の数に比例するんです。例えばエジソンの場合は自分の時間やお金を先に使って結果が出るまでの期間、この素材は合わないというフィードバックをずっと受け続けたんですね。断言します。もしあなたが今時間という代償を払って
たとえ今結果が出ていなかったとしても、辛くて仕方なくても、フィードバックを受け続けようと挑戦する限り、チャンス必ず来ます。フィードバックを真正面から受け止めて、自分の時間という代償を払う決意さえできれば、悪魔が入り込む隙がないので、人生うまくいく人に確実に近づきます。ステップ3、否定的な想念が入る隙を与えず恐れない。なぜ否定的な想念が入る隙を与えず恐れないことが大事かというと、否定的な想念も恐れることも、悪魔が人間の意識の隙に入り込んで、人生をうまくいかない方向へと引っ張るきっかけになるからです。恐れの中でも特に悪魔が人間の意識をコントロールしやすい6つの恐れがあります。それは何かというと、1、貧困、2、死への恐怖、3、病気、4、老い、5、失恋、6、避難です。この6つの中でも特に悪魔が人間の意識をコントロールしやすいものは貧困と死への恐怖です。もしお金を失うことの恐れ、死ぬことの恐れを克服することができたら、悪魔が入り込む最も効果的な隙を封じることができます。この次に悪魔が入り込みやすいのが病気の恐れです。だからこそ特にこの3つの恐れ、お金がなくなったらどうしよう、死んだらどうしよう、病気になったらどうしようが出てきたら、例えば人生なんとかなるという風にすぐ意識を切り替えて、人生うまくいく人の意識に直ちに切り替える必要があるんです。悪魔はどんな時も恐怖を煽って否定的な働きをします。例えば肉体的苦痛、戦争を指揮する、肉欲貪欲を刺激する、嫉妬、羨望、人間関係の調和を乱す、希望と信念を破壊する、暴力的なゴシップやスキャンダルを助長する、自由で自主的な思考を妨げるなど、だからこそ否定的な想念が入る隙を与えず恐れないことが大事なんです。ここまでできればゴールはもうすぐです。ステップ4、批判を恐れず中途半端な意見を言わない。次に大事なポイントは、日常で批判を恐れず中途半端な意見を言わないようにすることです。なぜかというと、中途半端な意見はそこに信じる心がなく根底に恐れがあるからです。人間は2つの心しかありません。1つは恐れる心、もう1つは信じる心。つまり批判を恐れて中途半端な意見を言うということは恐れる心、つまり悪魔側に隙を与えることになるんです。エジソンはこの信じる心に身を委ねることができたから結果を残すことができたと本人が言っています。ちなみに信じる心を持つと第六感への扉が開いて、そこを通じてパワーと情報を得られるようになります。この H を無限の知性と呼んでいます。この無限の知性とつながる状態を保つには、普段から批判を恐れず中途半端な意見を言わないように意識することが大事なんですね。自分の意見が合ってる合っていないはさておき、普段から自分はこう思うってはっきり意見言っていいんです。ステップ5、2つを警戒する。あとはこの2つを警戒することが大事です。それは友人の選び方、友人の付き合い方。なぜかというと、あなたに最も影響を与える環境を作る上で、最も重要な要素が友人の選び方、付き合い方だからです。この環境からの影響によって自分が流される人間になるか流されない人間になるかが決まります。悪魔が入り込む隙を与える悪習慣は友人を通じて始まることがほとんど。だからこそ友人を慎重に選んで付き合い方、気をつける必要があるんです。もしあなたの友人が人生の生きる目的が明確な人かそうでないかであなたに与える影響は計り知れません。今までの友人関係が理想的ではないと心が感じる場合は一見理不尽に見えますが、一度距離を置く必要があります。なぜかというと、その友人にとっても多くのことに気づけるチャンスにもなるからです。つまり距離を置くことがお互いにお得なんですね。ステップ6、2つをコントロールする。2つとは何か。結論から言うと、1、過剰な食欲性欲。2、過剰な酒タバコです。悪魔は過剰な性欲食欲などの誘惑、過剰な酒タバコから入り込む隙を狙っています。
過剰な性欲食欲、過剰な酒タバコを控えるために何よりも必要なことは自制心を持つことです。つまりこれって自分の理性でしっかり判断するということです。例えば、性欲を理性でコントロールするにはどうすればいいかというと、それは簡単です。抑えるのではなく、性行為以外の活動に転換するです。言い換えると、性的エネルギーの転換です。性欲は人間を刺激する力の中でも最も強力です。もしこの最も強力な性欲をコントロールして、それを仕事への活力に転換することができたら、大成功できます。性欲をコントロールできれば、健康はもとより魅力的な個性、情熱、野望の火を燃やすこともできます。では、食欲はどうでしょうか？これも例えば、運動するなど、他のものに転換するのがやりやすいはずです。食べ過ぎると有害な毒物になり、イライラしたり神経質になります。そして腸をきれいに保つ人間は、悪魔にとって入り込みにくい存在になるんです。では、お酒はどうでしょうか？これも同じく他の飲み物に転換する方法がやりやすいはずです。お酒をきっかけに思考力が低下して人生を棒に振ってしまうというケース、本当に多いですから要注意です。最後にタバコはどうでしょう？これもドライフルーツ、ナッツ類を食べるなど自分に合った他のものに転換する方法がやりやすいはずです。悪魔曰くタバコは人間の粘り強さをダメにします。タバコは忍耐力と集中力を失わせて想像力を弱めて人間関係を粗雑にするのに有効な手段なんです。ステップ7、親しい2人のマスターマインドグループを作る。では、これまでのすべての裏技ステップを効率的に実践するためにたった一つ何をすればいいかというと、それが親しい2人のマスターマインドグループを作るなんです。マスターマインドグループとは、一つの明確な目標を達成するために、2人もしくはそれ以上で築く調和の取れた協力関係のことです。まず一歩目として、親しい2人を作ることから始めてみるのがおすすめです。なぜ親しい2人のマスターマインドグループを作ることが悪魔を出し抜いて人生うまくいく人になるために最も有効かというと、一番悪魔が入り込みやすい隙を作る流されるという習慣から逃れることができるからです。ちなみにマスターマインドグループを使いこなせるようになると、現在、過去、未来がすべて保管されている無限の知性という偉大な知恵の宝庫と継続的につながることができるようになります。だからこそ、このマスターマインドのメンバーは慎重に選ぶ必要があります。条件はそれぞれが必要に合わせて自分の持つ知識や経験、アイデアなどを持ち寄って共通の目標に向かってその実現を目指せる仲間であることです。大成功を収めたリーダーたちはほとんどの場合、このオーダーメイドの最強の裏技を使ってうまくいく環境を整えています。つまり人生でうまくいくためには、まず明確な目標を持ち、決して流されないために、流されない環境を作って、否定的な想念から身を守ることが何より重要なんですね。悪魔は言います。例えば催眠術にかかりたいというその気持ちは大抵人生への無関心から生まれる野心のなさ、恐怖、明確な目標の欠如、他にもたくさんある。悪魔は何でもいいから自分の頭を使うのを忘れている時を狙って不意打ちをかけるのだ。ここまで聞いてくださったあなた、今までもめちゃめちゃ勉強されているはずです。人生がうまくいく人が無意識でやっている究極の7つの裏技ステップを使って悪魔を完全に出し抜いて最高に人生うまくいく人になっちゃいましょう。あなたなら必ずできると信じています。明確な人生の目標を立てたら共通の目標に向かって実現を目指す仲間、まず作るんじゃぞ。潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣と5大特典を無料で概要欄の公式 LINE でプレゼントします。絶賛準備中です。こちらの QR コードからか動画下にある概要欄公式 LINE のリンクをクリックしてしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。
いいね、チャンネル登録、とても励みになっています。ありがとうございます。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上、今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。今回の悪魔を出し抜け、ナポレオンヒルの貴重な裏の本ですので、興味のある方は手に入るうちにゲットしてみてくださいね。ちなみに Kindle Unlimited のキャンペーン期間中は30日間無料で見られますよ。概要欄にリンク入れておきます。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは究極の7つの裏技ステップを繰り返し聞くことで必ず人生うまくいく人になります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。